おはようございます。たかしです。本日は1月19日金曜日、ただいま9時33分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね、昨日も陽線で終えております。そして一昨日のこのローソク足を少し上回った状態で終わっておりますので、基本的にはこの上昇トレンド、高値更新をしてきておりますので、本日もまだ上昇する可能性があります。ただし、現在地っていうのは、ここ黄色丸の高値がありますね。冷やしの最高値になってきますので、ですので、そろそろこのあたりが天井を意識されてくる、そういうポイントが近づいてきました。冷やし単位ではダブルトップが意識されるところですので、この辺での乱高下、現在はかなり高値圏にあるということ、それからストキャスティクスも高値圏ですので、現在地付近からのダブルトップが意識されての下落になるとか、下落してこなかったとしても現在地付近で乱高下ですね、1時間足とか4時間足単位で上がったり下がったりという、そういう方向感のない動きをしやすいところにありますので、ここからの上昇は慎重に、そしてもし下落を狙うのであったとしても、根拠のない逆張りっていうのは危険ですので、下落方向をイメージするのであれば根拠を持って、それから下落のパターンが出ればそこからの下落の流れに乗っていく分にはいいんですが、基本的には今ここローソク足見てもわかりますように強い陽線で上昇してきておりますので、根拠のない逆張りをするとそのまま上に持っていかれる可能性がありますのでご注意ください。では4時間足です。4時間足かなり高値圏にあるのがわかりますよね。ここが先ほど冷やしで見てました高値というところで、冷やしの高値がもうすぐ上にありますよというところですね。ちょうどそこが 188.6 付近、この白い水平線ですので、その辺までもう近くなってきてますので、この辺りで天井を作って、ここから下落していく、冷やし単位の大きな下落になっていくということも考えられます。で、この直近の動き方を見ていただきたいんですが、1月の頭ぐらいからずっと上昇してきております。途中で2回この調整の下落を挟んでいるんですが、昨日の下落っていうのはこの過去のこの2回の調整の下落に比べて圧倒的に小さいですよね。ということは押しが浅いということになります。もちろん上昇の勢いが強いので押しが浅く上昇してきているっていうことでもあるんですが、基本的には日足のストキャスティクス、そして4時間足のストキャスティクスも高値圏にあるということは、一度大きめの調整下落をしてもおかしくない。それから GMMA との乖離も進んできてますので、この過去のこういった2回の下落みたいな感じですね。ここだいたい1円から2円幅ぐらい下落してますので、今回もそのくらいの下落の可能性は考えておきたいですね。現在がだいたい188円付近ですので、186円、2円幅下落するとすると、186円付近までの下落は視野に入れておきたいですね。そうするとですね、ちょうど GMMA の青帯と接触するぐらいになってきますので、このくらいの下落は見ておきたいですね。もしここから次の上昇をイメージするのであれば、しっかり押しを作ることが必要になってきますので、この押しを浅く、昨日みたいな上昇するのであれば、そろそろ天井が近くって、そこから大きめの調整下落に入っていくと考えておきたいので、もし本日も上昇するようであれば、ここからの上昇は慎重にしていくのがいいと思います。基本的にはしっかりこの GMMA の青帯付近まで下落をしてくるのを待ってから次の上昇を狙っていけると大きな流れですね。こういう流れですよね。一度この過去の調整下落をした後、大きく上昇してますよね。ですのでそういう流れに乗っていきますので、まずは調整の下落を待つという、そういうタイミングに入ってきております。では1時間足です。1時間足は上昇トレンドを描いております。4時間足も上昇トレンド中ですが、その中で1時間足も昨日は GMMA の青帯に接触して上昇するという綺麗な上昇はしてきております。ただし高値更新、今ここで高値が止まったかどうかはわかりませんが、高値更新の幅がちょっと小さくなってますよね。今までのこの過去の揉み合いからの上昇とかを見ていると、昨日の上昇は高値更新をしても若干ですので、結局過去の揉み合いみたいに今はレンジの可能性を考えておきたいですね。4時間足も日足もストキャスティクスは高値圏ですので、現在はもうちょっと上昇するかもしれませんけれども、ここ日足の高値っていうのが先ほどここにありますので、188.6 ぐらいまで上昇していくかもしれませんが、天井は近いということも先ほどお話ししておりました。なおかつ昨日のこの動きを見ていると、この上昇幅っていうのもこの高値更新の上昇
昇幅ですね。ここも小さくなってきてますので、一度やはり4時間足単位の大きめの調整下落をしてもおかしくない。1時間足のストキャスティクスも高値圏、4時間日足も高値圏なので、大きめの下落っていうのを一旦待ちたいですね。もし本日もこの GMMA に接触するような、この機能みたいなこういう下落ですね、調整の下落をしてくれば、再び GMMA 付近から反発してくるとは思うんです。ただ、そろそろこの上昇にも限りを感じますので、そうなると次は4時間足の調整に入っていく。そうするとこの黄色ゾーンぐらいですね、先ほど186円付近と言いましたが、だいたいこのあたり 186.2 から186.8 の間ぐらい、そこに黄色のゾーンを描いてますが、この辺付近までの押しを待つと、次は4時間足単位の上昇に入っていける。こんな動きですね。こういう動きを想定しておきたいので、まずは本日も昨日同様、調整の下落を待ちたいかなと思ってます。ただ、昨日よりも大きめの下落になってきますので、この中で、例えば買い足で下落トレンドを作っていれば、その下落の流れに乗っていくことも可能だと思いますが、まずは1時間足の GMMA に接触したところからの反発、昨日みたいなこういう動きですね。それを本日は見ておきたい。その反発上昇が高値更新をできないのであれば、こういった緑の矢印みたいな感じで大きめの下落になるかもしれませんので、その辺の動きを本日は見ておくといいかもしれません。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円の日足ですね。現在はこの過去のずっと上昇してきた、ここのトレンドラインを下抜けて、そしてそこから押しを作って再上昇してきているところです。一旦のターゲットはトレンドライン付近かなと見ておりますので、だいたい150円ぐらいがターゲットになってくるのかなと思ってます。ただストキャスティクス高値圏ですので、現在地付近から深めの押しを作ってくるということも考えられます。GMMA の青帯を上抜けて、そこからまだ押しを作っていないんですよね。ですので GMMA の青帯ぐらいまで押しを作ってくるということも考えられますので、そうすると146円とか145円台ぐらいまで下落していくということも可能性としてはゼロではありませんので、その辺は注意ですね。そして昨日のローソク足ちょっと気になりますね。長い下髭の実体のないローソク足になってますので、今までの上昇トレンドがここから転換していくっていうことも考えられるので、その辺もご注意ください。ただ基本的には今強い上昇、この陽線見ていただいてもわかりますが、昨日はちょっと怪しいんですが、今のところ強い陽線でずっと上昇してきておりますので、ここからの下落っていうのは押しを作りに行く、そういう動きになってきますので、押しを作ってから再上昇っていう、そういう流れですね。大きくはそんな流れをイメージしておくといいと思います。ただ直近では天井を迎えて下落していく可能性がありますので、その辺の動きを買い足で見ておけるといいですね。では4時間足です。4時間足を見ていると昨日の動きでかなり分かりにくい動きをしているんですね。これ、このストキャスティクスとか GMMA の青帯への調整というそういう動きですね。ストキャスティクスは今高値圏から下落していて、この高値圏ずっと張り付いてましたけれども、この過熱感を解消するそういう期間に入ってきております。マクディもデッドクロスしてきておりますので、基本は今ドル円上値は重い、そういう状態ですね。その中でも底堅い動きをしている感じはあるんですね。昨日の下落の仕方もかなり分かりにくかったと思います。じりじりと下落してきて、そこからまたこの指標発表で大きくズドンと上昇しましたが、そこからも結局また上値重く本日も陰線になっておりますので、基本的にはここで今どちらに行くのかを迷っている期間、そして4時間足のストキャスティクスのこの過熱感を解消している期間と考えます。そう思うと本日も昨日みたいな分かりにくい動きをしてくる可能性を考えておきたいですね。現在地付近で上がったり下がったりというところ、一応レンジと想定しておくのがいいかもしれません。昨日安値、昨日高値付近でのレンジですね。もしそのレンジを超えてきた場合も、このオレンジの水平線というところで 147.5 から 148.5 というこの1円幅ですね。その間でのレンジと見ておくのが無難かなと思いますので、まずはその間でのレンジ、そしてそのレンジを上抜けてくれば、そこからの上昇の流れ、下抜けてくれば次4時間足の GMMA 付近まで下落していくという、そういう押しを作りに行く動きですね。先ほどのポンド円と同じです。現在はずっと上昇してきましたので、この上昇に対する今調整の動きをしてますので、それをじりじりと下落してくるのか、それとも横横の動きで GMMA が追いついてくるのを待つのかっていうところを見ておきたい、そういう期間に入ってきてますので、基本的には分かりにくい動きをするんだという前提で見ておくと、上がるのか下がるのかっていうのが分からないようなところでエントリーするっていうことはなくなっていくと思いますので、全体の環境認識としては今分かりにくいところにあると、本日も昨日みたいな上がったり下がったりと分かりにくい動きをする可能性があるっていうところは考えておきたい。もちろんこのラインを抜けてくればその方向についていけばいいと思います。では1時間足です。1時間足も考え方は一緒です。4時間足同様に一旦調整の下落をしてほしいとは考えておりますが、すごく底堅い動きをしている
るんですね。昨日の動きもかなり底堅かったので、本日もどんどん下落する、たとえ調整の下落に入るとしても、どんどん下落するとは思わない方がいいと思います。下げてきてほしいポイントは、まずはこのオレンジの水平線、147.5 付近、それからこの黄色のラインですね。これ過去のこの高値を結んだものになるんですが、そのあたりまでの下落、147円付近になるんですが、そのあたりまでの下落は見ておきたいですね。もし深く入ってくるなら、146.5 付近まで、この赤い水平線付近ですね。そのあたりまで下落してくるかもしれませんが、もしそこまでの下落をせずに上昇しようとするのであれば、基本的には上値も重くなってくると思いますので、このオレンジの水平線の間でのレンジと考えておくのがいいと思います。今は分かりにくい動きをしてますので、しっかりとこの意識されるポイントを上抜け、下抜けするのを待つのがいいと思いますので、まずは 148.5 を明確に上抜けるのか、それから 147.5 を明確に下抜けるのかというところを見ておく。そして基本的には抜けた方へついていくですが、騙しがある可能性もありますので、しっかりと抜けたのを確認してからそこからの次の流れについていくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得なんですが、2月から値上げをしますので、できれば1月中にその無料期間だけでもお試しください。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。